タワーファクトリー。デモ今回はタワーファクトリーのデモ版で、ちょっと遊ぶつもりがクリアしたので動画にしました。自動化ゲートタワーディフェンスを合体したような世界だぜ。デモ版ってことで2時間くらいでクリアできる内容でございました。遊んでいくうちにコインが溜まって、この画面でアップグレードして強くする感じ。デモ版はこれだけだが今後増えてきそうだな。デモ版クリアにはキャノンの攻撃力アップとカタパルトの解放、初期リソース増えるのと建てれるタワーの上限をアップ、敵からドロップするライトエッセンスの上昇だけでクリアできたよ。繰り返し遊ぶだけで強くなれるゲーだから、この手のゲーム苦手な人も安心の設計。では自動化タワーディフェンスの世界に、レーっちゃごー。デモ版は遊べるのは1ステージだけ、一応チュートリアルとかはちゃんとあるぜ。ゲーム開始直後ファクトリーの画面を開き建設を開始。しょっぱなからわちゃわちゃしておる。ゲームスピードは変えられないし、敵は抹茶くれない、スピード勝負なんだよ。で今は何してんだ？建築に使う木材と石を集めてるところだよ。左下のそれか。今は石膏符を設置してて、資源の範囲に入ると黄色い線が出るのでそこが範囲。でこうやってコンベアを敷いて、お城の中に運べば資材が増えてくよ。ほうほう。ちょっと気が足りなかったので手動で切ってコンベア設置完了。手動で切るなんてのもできるのな。アップグレードで初期物資増えてるけど、それでも最初は資材不足、もっと木を集めるのだ木を自動で切ってくれる木こりも作るのに、木が20本いるのか、自動化するまでは手動も必要か。木を集めるための木が足りねえ。切ってる時に残数みたいのも出てるな。集めれる本数は決まってるから、枯渇したら移動したりする必要があるよ。とりあえずこれで城の入り口3カ所が全部埋まったな。まだまだコンベアに流れる資材の間隔に隙間があるし、もっと集めて最適化する余地があるよ。ここの薪割りなんてお城直付けだし、自動化ゲーにあるまじき行為で草。単純ゆえの設置の楽さも大事なんだよ。最高効率を目指すのも楽しいけど、建築に時間がかかると敵が来ちゃうし、設計施工に時間をかけず、いかにうまく立ち回るかがこの世界を生き残る術。結合機を使用することで、3箇所のコンベアを合流することができるので、これをうまいこと使い、一つのレーンをぎっしり使って効率よくお城に資材を運ぶであります。赤矢印が3つだからこっから入って合流して、青矢印から出てく感じだな。生産施設は後から移動が可能なので取り間結合機に直付け。コンベアもつけない雑工事入りまーす。まあコンベアつけた方が離れた木も切れるし、資材の動きも見やすいけど節約だよ。という言い訳で本当は面倒なズボラ建設。失敬な。今度はこっちを3連化か？距離が微妙に届かんな。しゃあない一マス下にずらしましょ。現場の状況を見て工事計画を変更。これでこっちも3連化、木をバリバリ切り倒すのだこうなると石も3連化したくなるぜ。もちろん、コンベアはなるべく絶えずぎっしり流し続けたいからこっちも強化だコンベアと結合機を使って、いい感じに生産効率を上げるのだ。あいよ。あ、画面の右の方から赤いキノコみたいのが出てきたぞ。あれは敵のキノコ、あれが城にぶつかると城の耐久が下がって蓄積すると崩壊するよ。城の耐久、右上の緑のやつか、敵もう目前だけどどうすんだ。城の前にキャノンが2機設置済みなので、この程度の襲撃なら対応可能でございます。なんだ楽勝じゃねえか。でも右上に出てるタイマーが次のウェーブまでのデッドライン。それまでにキャノンを追加するなりして、防衛を強化しないとならないよ。時間が来たら敵が一気に攻めてくる系のあれなのな。そうそう。だから今必死こいて資源を集めてるんだよ。さいですか。石膏符の4連化完了。いびつな形になっちゃったけどこれでよーし。これで絶え間なく資材がコンベアを流れてくぜ。うおー、さらに手動でも切るぞー。あれ？よく見るとまだ巻き割りのコンベア隙間空いてね。ここはもうちょっと詰められるので、製材所をねじ込むよ。ああもともとここに作るつもりだったのな。いやうっかり忘れかけてた。おい。製材所は赤矢印に木を入れることで、板材に加工が可能。まだ使わないけど、板以外にも設定で杭みたいのも作れるようになるよ。加工する施設か、こうなると巻き割り直行みたいな簡単なルートから、少し複雑な感じになりそうだな。まあがっつり考え込むよりも、まずは作っちまえの精神で適当でいいんだよ。お前の好きなメタ社のザッカーバーグ氏のまずは完成させろだな。作った後に効率よく直せばよし。だがうちのレイムさんはズボラなので直しません。それは言わないで。さてお次はどうしようかな？とりあえずもう片方側の木の搬入口も、製材所合体させるか？こっち側はもう木が減ってきてるから、がっつりは取れないかもだけどやっときますか。ちょうどのタイミングで入り口の巻き割りも止まったし、こりゃ手こ入れしないとだな。トリマーと2箇所切れる場所があるから、これで当分は動いてくれるかな？結構な速度で木が減ってくけど、
これ全部切ったらどうなんだ？そうそう説明忘れてたけど、これ敵の城を破壊すると勝利だから資源枯渇前に勝負はつくよ。そういう感じなのな。さて襲撃まで残り30秒、キャノンを立てて防衛の強化をするぞー。敵は道を歩いてくる、なるべく攻撃範囲が道に入るように設置するのだー。見た目モンスターだけど泳ぎのいい行軍。お次は敵の城の位置を探るため、焚き火を設置して周囲の状況を確認だ。ほうこうやって視野を広げてく感じなのな。ちなみに焚き火は敵を倒すと手に入る、ライトエッセンスを30使うのでホイホイ立てれません。焚き火の明かり、それは敵の命、魂の輝き。さて次は石の隣の木がもったいないので、これもちょっと伐採しましょ。コンベアさんはすでにいっぱいいっぱいです。まだたまに隙間できてる、無理やりにでもねじ込めー。うちの工場長は根性論でコンベアに資材を乗せようとするワンマン経営です。素晴らしきリーダーシップと言っていただきたい。なんか遠吠えっぽいの聞こえたぞ。キノコの遠吠えです。この世界のキノコおっかねえな。第1ウェーブ、襲来開始かかってこいやー。今あるキャノンは計4機、これで最初の夜を乗り切れるか見ものだぜ。さて木材使い切って追加の薪割りの設置も完成。うおー、なんもできねえから手動で伐採だー。現場が戦場でも構わず建材を集める、大工さんの鏡。お城の前まで接近されちゃってるけど、一応ギリ対処できてる模様。戦力的には割とギリだったみたいだ。このままじゃ強くなっていく敵に対応しきれなくなるのは明白。キャノンを追加じゃあ。頑張って手動で切り出した木材も使い戦力を増強するのだ。やかましい鶏の鳴き声とともに夜明け到来、2日目に突入だー。夜明けとともに木こり開始、投了の朝は早い。タワーを建てれる上限はアップグレードしてあって、現在25機まで設置可能。防衛用のタワーって建てれる上限決まってるのか、なるべく効率のいい位置に設置したいな。昨夜の襲撃でライトエッセンス溜まったし、焚き火で視界を広げて設置場所を考えましょ。なんか黄色いモニュメントが出てきたぞ。この黄色オベリスクのタイルの上にタワーを建設すると攻撃スピードが上がるよ。早速作っておいた板も使って、バリスタを設置だー。これは見るからに強そうだ。射程も攻撃力もキャノンの倍くらいあるけど攻撃速度は半分くらいだよ。製材所の設定変更して杭を作成、これで投石機を作るよ。スピードの上がるモニュメント強そうだけど、違うところにキャノン設置するのな。まだ視界が確保できてないから、攻撃範囲が狭くなっちゃうからねー。攻撃範囲拡大のためにも、視界の確保は重要って感じなんだな。でも焚き火作るのには木材50、石25、ライトエッセンス30で地味に資材多くて辛い。木材50あればキャノン建設できるし、この辺のさじ加減が序盤の鍵になってそうだな。敵の城を探すためにも視界の確保は必要だし、とにかく資材を集めるのだー。こうやって集めた資材を使って防衛や探索を繰り返して攻略を進めるのがこの世界って感じか。で手動で伐採しつつも他を見ることもできるので、修正や追加できる場所を探し中。右側の木の伐採が進んでるから、追加で薪割り追加を検討。ほっといたらいつかは枯渇するし、あらかじめ追加で設置するとかもありかもしれんな。うちゃー施工速度に定評ある白霊建設、細けいことは考えんでよか。おい。動いとったらええねん。マイホームを建設させるのは絶対断りたいタイプの建設会社だな。ローコストと施工速度が我が社の売りです。さて資材が溜まってたので、焚き火を追加設置と。なんか新しいカニっぽいモンスがおるぞ。あの青い左手だけマッチョのカニは、赤い HP バーの上に黄色いバーがあって耐久高いよ。ちなみにあの黄色いバーを減らすのが、得意なのがバリスタであります。硬い装甲を貫く貫通特化みたいな特性も、この世界にはあるのな。んなわけで追加のバリスタも建設だー。使うち漏らしたのがすでに進んでるけどな。ターゲットの優先度設定するのを忘れてたので、黄色を優先に変更しました。あやべこれ防衛間に合わん。安定のやらかしー。とりあえずキャノン追加したけど、カニが硬すぎてこりゃ無理だ。爆音とともに城の耐久値がゴリゴリ減っております。タワーを、もっとタワーをキャノン連打でしのごうとするも、資材切れでこれ以上立てれず。手動で木を切り倒し、この苦境を乗り切るのだー。投了自ら斧を古い建材集め。っていうかなんか木材溜まるのが遅いような。ここの薪割り止まっとるやないかーい。誰だここに薪割り設置したやつは責任問題だぞ。いやお前だろ。そうだった。しゃあないささっと移動してごまかすぞ。木を完全に切り倒しても通知とか来ないから、枯渇のたびに自動化システムの見直しが必要だな。業務自動化されてる一般企業様も、こういった事例にはお気をつけくださいませ。いや一般企業は機器が止まったら、アラート飛ばすくらいやってるから。さて製材所の使う木材も枯渇寸前なので、こっちも前もって拡張工事しときましょ。
完全に作り直すとなると面倒だけど、施設の移動である程度対応できそうだな。資源のあるところに移設してビャーっとコンベアで繋ぐのが、施工スピード上げるコツかな？そういやカニでピンチになってたけど、自動化修正してる間に片付いたな。バリスタの設定が効いた模様。そんなバリスタの攻撃力の倍以上の火力を持つ、投石機を追加投入だー。大キノコが2匹消し飛んだ。さて修正箇所はどうかな？って詰まってる。木こり3箇所だと製材が追いつかんようだな。あ、そうだ、投石機増やしたいからこっちも食い作成にしとこっと。製材所は板と食いどっちも生産可能だから、在庫状況を見つつ敵に切り替えるのも良さそうだな。追加された投石機の威力確認。カニの赤の HP バーが一撃でほぼなくなった。ひとまずこれで当分防衛は持ちこたえられるかな？それでは周囲の探索だ。焚き火を焚いて周りの状況を把握するのだ。焚き火に使うライトエッセンスも足りてるし、もう一つ二つ立てれそうだ。でもさっきの後ろのダメージがややトラウマになり、ついつい敵が気になっちゃう今日この頃。おい。設置できるタワーの上限があるので、できるだけ強いバリスタや投石機を立てたい。でも設置できるまでにやられるくらいならキャノンいっぱい立てた方がいいかと心が揺れる。まあでも先に進まなきゃいつかはやられるし、先に進むしかねえぜ。では視界を多く確保できるほどこちらに近づく前に敵の処理もできる。どんどん先に進むぞー。おっとあと10秒で襲撃が来るぞ。ギリッギリまで手動でも資材集めて、今夜の襲撃も乗り切るどー。今流れてるモンスターくらいなら余裕だが、いっぱい来たらどうなることやら。第2ウェーブ、襲来開始。かかってこやー。匠の作った投石機の威力とくと味わうがいい。と言い切りながらもビビってキャノンをいっぱい追加するのず。タワーは移動こそできないけど、撤去すれば上限数は戻せるし、念のためね。一気に8機も追加したから、タワーの上限があっという間に残り5つになっちゃったぜ。まあその分強い投石機とかで残りは作るよ。さて資材もこれくらいあればいけるかな。データ足りないやないかーい。はい乗りツッコミいただきました。誰だ全部杭の生産に切り替えたの、板が足りんじゃないか。いやここワンオペだし、犯人お前だし。そうだった。深夜のハイテンション一人投了。とりあえずそれなりに自動化できてるみたいだし、この後はどうしようかな。キャノンの無駄工事のおかげか、手前で敵も完封できる感じっぽいぜ。無駄工事言うな。すまんすまん。最後のカニも成敗、2日目のウェーブは、完封勝利だー。やったぜ。さあ投了の朝は早い。今日も焚き火で周囲の偵察だ。偵察が投了の仕事なのかは疑問だが、まあ頑張れ。細かく手動伐採もしつつ、地道に焚き火設置。伐採をしつつも周囲の状況を確認する、木こりの匠。ここはいい感じに道がくねってて攻撃範囲が広く取れそうだ。投石機を設置しよう。なるべく城から遠い位置で範囲攻撃をすることで雑魚を排除し、キャノンの的となる敵を減らす作戦。追加で焚き火をホイットな。我々はさらに先に進むぞ。お、赤いオベリスク発見。赤のオベリスクはタイルの上の施設の攻撃力アップ。マジかわかりやすく強いやつだな。周囲をさらに調べ最適な位置にタワーを設置するぞ。二股になってるところの合流地点か。これは範囲攻撃とかいい感じに当たりそうだな。しかし今はまだ杭も板も足りない。資材製作急げー。現状でも結構頑張ってる感じだが、もっと効率化して生産速度を上げるしかねえな。資材の加工をぼーっと待ってるだけではいかん。無理やりにでも製材所をねじ込むぞー。と言いながらもぼーっと眺めるのがうちのレイムさんだ。今頭の中で設計してんだよ。せかさないでよ。すまんすまん。現状詰まるくらいには原料の供給ができてるから、これを分岐して製材所2箇所に分ける感じにしましょ。既存の製材所ラインに、新たにもう一つ製材所を追加する方式に決定した模様。細かいこと考えずにビャーっと下と同じの作った方が施工速度速くてよかったかも。白麗建設初めてのスプリッターによる、分配機仕様の新システム。これは赤矢印に資材を入れて、青矢印から出てくるマシーン。うまいことやれば3箇所製材所と繋ぐなんてのもやれそうだな。3箇所だと資材の供給が間に合わないかな？知らんけど。白麗建設は効率の良い自動化を謳っているが、ちゃんと計測はしない、どんぶり勘定である。計測担当をください。おい。おっと薪割り止まってたのでちょい修正。焚き火設置に使うから、未加工の木材もちゃんと集めておかないとな。この辺はもう木材ないし、ここらで石の採取に切り替えてきましょ。木材で使ってラインを石材に変更。これはいい再利用だな。そして気づいてしまう。こっちの石材止まっとると。おい。画面端にちらっと石が見えてるし、ここに焚き火を設置すれば採掘できるはず。なんか端っこにあるぞ。あれは物資が詰まってるけど、ギリ届かないから後で取りましょ。中身が気になる。それでは石膏府の大規模移設を開始じゃあ。まあ大規模言うても4つ移動して、コンベアで繋ぐだけだけどな。
建材とか節約考えるなら多少複雑になるかもだが、直感的にできる突貫工事ならサクッと終わらー。東洋レイムさんお得意な施工速度重視、これが本能のままに建設するズボラ建築だー。必殺アーツ、結合機同士をつなげればつながるの術。コンベアをくねくねつなげるのがめんどくせえ、高コストでも楽に作るんだという匠のこだわりの一品。とりあえず動いとったらええねん。でも余ったコンベアはしっかり撤去する、変なところで真面目な棟梁。おっと巻き割り機も一気止まってる。ついでにこれも修正しとくぞー。お、なんか飛んでる敵がこっち来てるぞ。多少 HP 高いみたいだけど、キャノンの連打でなんとか対応できてる模様。城の周辺までたどり着ける敵がまだ少ないから、単身で飛び込めばキャノンの餌食だぜ。だが数が増えたら対処しきれなくなる。そろそろ防衛の強化も進めねば。それなら攻撃力強化のオベリスクに何か立てるのがいいかもしれんな。微妙に忘れてたけど強化のオベリスクがあった。ここに投石機を設置してくぞ。と思ったら1台設置したらもう杭の在庫切れ。おい。でもまあ飛んでるやつも処理はしきれてるし、とりあえず今のところは平気かな。つうかこれ以上効率上昇させるのも厳しくなってきたし、見守るしかねえな。防衛施設の上限まであと3つだし、この先は詰将棋みたいにパズル感覚の配置が必要かな。バランスよく施設を設置して、敵を排除できる環境を構築してかないとだな。取り巻く井の生産が遅れてて板が少し多いので、先に板使うバリスタ1機追加しときましょ。オベリスクで攻撃力アップしたバリスタで、城に近づく前にカニを狙い撃ちだぜ。お次は焚き火を焚いて周囲の探索。板と杭は足りないけど、木材と石は余ってるから今のうちに石膏業務だ。それにしてもなかなか敵の城が見つからぬ。キノコやらカニが生えてくる、不思議な城は未だ発見ならず。さてここにも投石機を。って全然資材足らんやん。経験則の体感だけで、在庫の数量を数えないダメ棟梁。杭の生産が止まっとるやないか、責任者出てこーい。何遍でも言うが犯人はお前だ。仕方ない、原因はキノコカツだから、こっちに焚き火を作ってワンチャン木を探してみよう。そして見事に森林発見。よっしゃー、こっちに巻き割り機を移設だー。これで杭の生産ラインの回復目処が立ったぜ。焚き火が邪魔で微妙に設置しにくい。まあそれくらいはコンベアで対応しろよ、ズボラ棟梁。下打ちすな。第3ウェーブ、襲来開始。おっともうそんな時間か。今の防衛力だけでいけるかな？ちょい心配だけど杭のライン再開が最重要事項。このまま作業を続けるぞー。新たに作るなら投石機だしな。杭の生産ラインもこれを機に分配機を使い、製材所2カ所に増強工事だ。まだ慣れぬ分配機を使った供給システムを採用。搬入口につなげるために結合機とかも設置しないといけないから、加工場所を増やすのめんどい。結合機や分配機は方向ミスったら詰まるから、設置時に回転とかで時間かかるんだよな。さて今夜の襲撃の様子はいかがなもんかな？結構離れた距離で応戦してる、前線してるな。これはオベリスクでの強化が、良い感じに現れてる感じかな？いまいち実感なかったが、攻撃アップのオベリスク導入したおかげかもしれんな。スピードアップも頑張ってるよ、多分かよ。ちゃんと調べる余裕はまだなーい。この世界忙しいから、細かい検証とかはどうしても後回しになっちゃうよな。うてー。よくわからない生き物を城に近づけるなー。ほんと今更だけどなんで城をキノコやカニが襲ってくるんだ？ちょっとやめてよ、気にしないようにしてたのに。この世界のバックストーリーマジで気になるぜ。きっと神の化け物がキノコの国のお姫様をさらおうとしてるとかだよ。おいバカやめろ、勘違いしてキノコ食うとでかくなるおっさんが来るぞ。ではラスボスがどんなやつか気になるし、襲撃中だけど焚き火で探索っと。結構な距離探索したし、そろそろ敵の居城が見つかるかな？これでどうじゃおー、こりゃいかにも悪い奴が住んでるって感じの城だ。ふむこのダークフォレストを破壊するには、ライトクリスタル3つが必要とな。私たちの戦いはこれからだ第1部間。第2章、ライトクリスタル探索開幕。秒で1つ目を発見。このチート野郎がいやいやチート違うし、ただの偶然だよ。こんな感じで見えてた宝箱開けようとしただけだし。そういやそんなのもあったな。さて気になる中身は、ってライトクリスタルもあるやないかーい。先にお宝を確認だ。って中身しょっぽ。あまりにも早い確認、私じゃなきゃ見逃しちゃうね。しれっとライトクリスタル2個目もゲットしてるし、棟梁は盗っ人の才能の方がありそうだな。失敬な。さすがに3連続でライトクリスタル発見には至らぬか。しかしここで焚き火を作るためのライトエッセンスが枯渇。こりゃどうしたもんか。まあ敵を倒してライトエッセンス溜まるの待つしかねえな。敵は日に日に強くなってくから、耐えしのげてる間になんとしてもライトクリスタルを発見せねば。だな。
最後のライトクリスタルはどこにあるのやら。まだ結構影になってるところたくさんあるから、運次第で長期戦も覚悟しないとだぜ。まあやることないしとりあえず石でもほっとこうかな。タワーの上限はまだ一つ余ってるけど、杭の加工待ちだしな。ライトエッセンスも敵を倒さなきゃ手に入らないし、適当に建設したところの手直しくらいしかやれないか。焚き火が用意できんと先に進めんし、修正や改修工事しかやれんな。白麗建設はアフターケアも万全、お客様のご不便に感じるところ完璧に直します。不便に感じるレベルの施工不良を修理しますと言っちゃダメだろこのおバカ。設計私、施工私、施主私、なので何も問題なーし。クレーム入れるときだけ。あれだー。って切れてるがこれ全部自己完結である。すべての成果は私のおかげ、すべての失敗は他人のせいだ。ダメな大人の見本のような発言だな。良い子も悪い子も真似しちゃダメだよ。レイムお姉さんとの約束だよ。おい。さて焚き火設置してみたけどどうかな？残念。ライトクリスタル発見ならず。畜生。はよ出てきて敵強くなったらお城落とされちゃうから。ウェーブが来てるわけじゃないけど、初期に作ったキャノン連打ゾーンがそろそろ抜かれそうでやばいな。飛んでるやつのスピードが速くて結構切迫している模様。弱った状態であれば城前の集中砲火でなんとかなってるが、数が増えるとまずいな。余裕こいて適当管理だったけど杭の生産量を強化、小屋投石機さらに追加しないと危ないや。かなりの量がなだれ込んできてるし、このままの状況だと終焉が近そうだ。頼むライトクリスタル、早く来てくれー。間に合わなくなっても知らないぞー。祈りを込めて焚き火を設置。カモンライトクリスタル。さあ気になる結果は外れでした。畜生。イカれる棟梁、在庫余ってても木材を切り倒すの巻。もう、敵がどんどん強くなってるのに困るよ。もうしばらく耐え忍ぶ戦いが続くな。よし杭の在庫が20になった。投石機を設置だー。これで現状設置可能の上限25に到達だぜ。ちなみに攻撃力上昇のオベリスクの効果で、この投石のダメージは75。通常の投石機は50だから、攻撃力 1.5 倍の効果があったのな。ライトエッセンス30確保完了。さあ焚き火ガチャの時間だー。ソシャゲのガチャ低いしかよ。モンスターが落とすんだから似たようなもんでしょ。ちげえねー。ってまた外れだー。レイムさんガチャ運低すぎで草っす。畜生。私にガチャを引かせろー。課金だ、課金させろー。おい怒り狂って画面をぐるぐるするんじゃねえ。ようだろうが。ここまで来てライトクリスタル見つからずで負けるとか嫌だー。まだいけるかもしれんし諦めんなって。この辺真っ暗だし、この奥とかにあったら見つけるのかなり大変かも。お、なんか緑の敵いるしやばくなってきたか？頼むライトクリスタルよ、時間がないんだ。その姿を表してくれー。果たしてその結果は SSR ライトクリスタル、来たー。ガチャ気分が抜けてねえのか変なランク叫んでるがやったな。これでゲームクリアだ。と思ったけどこの緑のやつがどれくらい強いか気になったのでちょっと延長。おい。黄色の HP バーみたいのが見えるから、こいつもカニ同様硬い感じなのかな？白前までは到達できてないから、ギリ倒せないこともない感じか？ならばこの緑のやつを倒して、我らの集大成としてやろうぞ。ワンオペ棟梁の作った防衛施設の進化が問われるな。やっはー、かかってこいやー。私の無敵の防衛網の餌食となれー。いやおい、ちょっと待て。これやばくね？あれ？これこのままだと倒しきれない？おい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 、もう最終防衛戦間近だぞ。最後の白前のキャノンがあればなんとか？いや緑のやつ黄色バーは削れてるけど、赤のバー丸々残ってんぞ。やばい。ライトクリスタル発動急げー。ライトクリスタル、発射ー。いっけー。うおー。爆発した。モンスターの活動停止を確認しました。ビクトリー。以上タワーファクトリーデモ版でした。こんな感じの自動化ゲータワーディフェンスタワーファクトリーでしたがいかがだったでしょうか？デモ版だけど白熱した戦いだったし、製品版でさらに面白くなるかもな。1ゲーム30分かからないのもいいところ、まあ動画の編集は8時間かかったのだけど、ゲームする時間より編集時間が長い、動画投稿者の悲しい定め。ではようやったと思っていただけたら、チャンネル登録お願いいたします。励みになります。高評価ボタンもできたら頼むぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。